はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月後半の星の解説とタロットリーディングさせていただきます。この4月の後半っていうのはもう本当に物事が始まるとかスタートするっていうタイミングなので、何か皆さんが始めたいことを始めやすい時になっています。そしてそれを応援するという意味も込めて、今私の販売しているテキストですね、先生術のテキストや動画講座やタロットの講座もすべて 20% オフになっていますので、ご興味ある方は概要欄から詳細ページに飛んでご検討ください。では行きます。よろしくお願いします。はい、では一緒に見てみましょう。お願いします。はい、ワンダの3の逆、カップ9逆、ワールド、そしてソードのページですね。で、ワンドキング、ペンタクスの2の逆、そして戦車逆、気をつけることや対策が、カップのクイーンと、ジャッジメント逆と、オラクルは、はい、ペンタクスの、ページですね、これは、の逆ですね。なるほど、わかりました。まず星の話なんですけれども、本当にね、前回の前半の動画でもお伝えしたと思うんですが、4月の10日以降、仕事で忙しくなるとか、もしくは仕事で、ちょっとイライラするとかもあるかもしれませんね。何かを突破したいのになかなか突破できないぞみたいな、そういうものとか、自分が掲げている理想に対して、じゃあその理想を本当に叶えるにはどれだけのことしなくちゃいけないんだろうかとか、夢と現実だったり、そこになんか情熱なのか、なんか焦燥感なのか、だからいろんな感情がちょっと埋もれているような感じがしますね。そしてそんな中でも実際はお仕事すごく頑張れる時なんです。戦っていける時っていうのかな。自分の理想を作っていくために挑戦できる時ではあります。そして7月の17日、17ですね。17日が新月になるんですが、この新月めちゃくちゃパワフルで、本当にこれからの蟹座さんがどんな世界を生きるのかっていうのをものすごく応援してくれるタイミングになります。ですので、ちょっと4月の17日にライブをやろうと思います。YouTube ライブを8時半から夜の。なので、もしタイミング合う方いらっしゃったらよかったら覗いてみてください。そして、さらにですね、もう少し詳しく、今は蟹座さんというグループでお話ししてるんですけれども、やはり皆さん一人一人実は違うので、一人一人にとってこの春からの流れってどういう風なのか、どうやって活かしていけるのかっていうのを解説するお話し会を26日にする予定です。ちょっとこちら有料講座になってしまうんですが、ただ全く勉強したことない方でも分かるように資料をつけますので、もしここからの中で本当に活かしたいんだよねっていう方は、よかったらご検討ください。こちらも概要欄に載せておきます。本当にね、なんていうのかな。ちょっとなんていうか、なんとなくですけど、戸惑いみたいなものがあるかもしれませんね。いろんな意味で、蟹座さんっていうのは世界が大きく変わろうとしている時だから。そこをどうやって調整していくか。で、どうやって自分の意思で、もうちょっとクッとこっちにとか、もうちょっとこっちにみたいにしていくかっていうのが、鍵なんですよね。この春の。ただ、4月の20日以降っていうのは、ちょっとね、流れが、この自分の世界とか自分の環境っていったところから、やっぱり横のつながり大事だよね、みたいな、どういったコミュニティに入るのかなとか、どういった人たちと関わるかっていうのも大事だなというふうに、ちょっと視点が変わってくるというか、目標が変わってくる感じがあって、で、さらに24日以降っていうのは、なんか深いところから来る喜びがあるっていう感じがするんですね。自分が何かをこれだけのものを稼いだから、はい、これだけもらいましたっていうか、そういうことではなく、もっと深いところからじんわりと温められていくとか、届く喜びがあるっていう感じがあって、これは本当に蟹座の皆さんがここまで生きてきた過程の中で、自分が成し遂げたことの中からじんわりと感じるものって感じがするんです。だから何年も経ってからゆっくりと、なんかこうだったなとかって、10年前を振り返って、この10年こうだったなみたいな、そういうことかもしれないし、すごいやっぱりそれはこの10年がないと感じられないことなので、それがなんか届き始めるっていう感じがしますね、この春から。
まあそんな流れなんですけど、カードで見たときに、まあ入り口が、ワンドの3の逆なので、何かもう少しこう有益にやりたい。例えば、楽しく仕事をしたいだとか、もう少し仕事をこう展開を広げていきたいだとか、そういうこう、さっき言ったみたいな本当にお金だけじゃない自分の世界観みたいなものをちゃんと広げていきたいんだみたいな思いがあるかもしれません。そしてそこに至るまでに何かのチャンスがあったんじゃないかなと思います。ここに至るまでに。あのどうでしょうね。まあ去年の後半から今年にかけて、もうチャンスあったなとか、そういえば世界が変わってきたなっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。中には、いや、何も変わってませんよっていう方もいらっしゃるかもしれません。それはもうすでに自分がそのいい世界をというか、自分にぴったりの世界を生きていたというだけかもしれませんしね。で、もっともっと自分にふさわしい世界があれば、そっちに変わっていくっていう流れもまだありますので、そういう意味で、可能性としては開かれていますよっていう感じなんです。ただ今この瞬間どうなのって言ったら、ちょっとやっぱり、その、4月のね、後半って少し、よく言うと謙虚になっている。あんまり言わないでおこうとか、もう積極的であんまり行かないでおこうみたいな、ちょっと謙虚になって様子を見ているっていう感じがあるんですけど、悪く言うと、消極的というか、受け身みたいな感じかもしれませんね。もうガツガツ行くのやめようみたいな。例えばの話ですけど、婚活頑張ってますみたいな方がいらっしゃったとして、実際それは、自分のね、新しい人生を展開していくにふさわしいタイミングだから、今年の前半っていうのがね、とにかくダメ元でもいろんな人に会っていくっていうのはとてもいいことなんですけど、なんか疲れたなみたいな感じがして、ちょっともういいかなみたいな気持ちになってるっていう感じです。でもその後出てくるんですけどね、そういう人は。なので、今のは、例え話ですけども、それが全てにおいて言えるということなんです。今の蟹座さんが何を求めていて、どんな世界で生きたいかって思ってるかによって、ヒントがもうすでにここまでの間にあったんじゃないかなって、ただそれに対してちょっと消極的になっているけれども、またそのことが復活するっていうか、もう一回流れに乗ってみようかなとか、もう一度なんか自分はこっちの方面でもなんか力出せるんじゃないかなみたいな自分の中の可能性っていうのが見えてくる感じがするんです。そしてその後、ユニティということで、ペンタクスの2っていうのがあるので、なんか2つの可能性をうまくミックスしてるっていう感じがあります。なんかいきなりバーンってどっちかをやめてこっちですみたいな感じじゃなくて、うまく回しているっていうのかな。なんかお仕事でも、やめようかなって思ってるけど、やめずに置いといて別の仕事も始めてうまく回すとか、なんかそういう感じかもしれませんね。2つの可能性をうまく回してるっていう感じです。そして、やっぱり戦士の逆っていうのが出てるので、とにかく暴走するのはやめようみたいな感じがありますね。いいと思います。やっぱり自分の意思で決めて動いていくっていう時と、もう過去に決めたから、やることはやったから、あとは流れのままに乗っていこうみたいな感じもあると思うので、ちょっと自分の意思でというよりも、どっちかというとこの4月のね、後半、特に20日過ぎたあたりから24日ぐらい以降は、ちょっと流れを見ておこうみたいな感じかもしれませんね。いいです、いいです。ただ、ちょっと動きがゆっくりだということだけ認識しておいてください。4月のね、後半からその、17日の新月あたりっていうのは本当にそこで矢を打てば、そっちの方に矢でも引っ張られていくよね、みたいな感じの時なわけです。なんですが、ちょっと蟹座さんにとっては、またちょっとそれが特殊で、確かに矢を放てばそっちに行くんですけど、現状のところとうまくミックスさせながら進んでいくから、一気に動かすとかしなくても大丈夫って感じなんですね。これもなんかオラクルとして出てるカードが少しずつ進化していくよ、成長していくよっていうふうに言われているので、焦らずゆっくりと、そしてまたなんか状況っていうのがちょっと第2フェーズ、第3フェーズ、第4フェーズぐらい変わっていくような感じがします。最初はそういうつもりでやってたんじゃないんだけど、だんだんなんかそこから違う話になって、こうなってああなってっていう、全く、想定してなかった出来事があるみたいな感じかもしれません。例えば、単に、そこに畑があって、木があったから、
木を植えてみようと思って植えたら、それはただお庭をきれいにしようとかね、グリーンが欲しいなと思ってやっただけなのに、そこからすごくいい実がなって、その実がすごく収穫取れて、じゃあその実を使ったなんかジャムかなんか作ろうかとかやって作ってるうちに、じゃあこれ販売しましょうかって言ってサイト作るみたいな。なんかあれ最初はお庭作りたかっただけなのに、全然違うことしてるぞみたいな、そういう流れもあるのかなっていう感じがしました。なので、ちょっとまだね、さっき言った第3フェーズ、第4フェーズってなったら、今の時点では想像できないじゃないですか。そして第3フェーズの行ったら、なんかまるで第2フェーズが間違ってたのっていう感じがするかもしれないんですけど、それは間違ってないんですって、必要なプロセスとして起こってるだけですよというメッセージだなと思いました。それがこのジャッジメントの逆として現れてるなと思ったんです。なんか、今この断面だけ見たら、あれ違ってたのかな、おかしいなって思うかもしれないんですけど、ちゃんとそのプロセスを経て、自分にしっくりくる環境に進んでるよねみたいな感じでしょうか。そしてもう一つやっぱりすごく繊細な感性もあるので、このカードが出てるっていうことはね、特にこの仕事とか環境において真面目にやりたいっていう思いと理想を掲げるっていう思いと両方あるので、その時に人ってやっぱりこう役割とか義務とかなんか成果だけを追い求めると心が萎えてしまいそうになりますけど、自分の中にある優しさや喜びや感性っていうものも同時に膨らんでいくよっていうことなので、なんか結果だけを追求するというよりもプロセスを楽しむとか、その時その時出会う人を楽しんでねって感じもしました。はい。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事見てみますね。仕事。エンペラー。女教皇。ソードキングっていうので、なんか仕事強いですね。なんか仕事を任されてますみたいな感じかもしれないし、なんか自分が今やってることにすごく誇りを持っているのかもしれませんね。とにかくね、エネルギーが強いです。仕事において。今そういうね、仕事運もある時なんですけど、楽しんでふわふわと喜んでやろうとかいうよりも、なんかもうこれをこなさなきゃいけないんだみたいな気持ちで、真面目にこう自分のなんかエネルギーを全部使って、知識も全部使って、なんとかこれをやるぞみたいな、リスクも考えて、メリットも考えてっていう、なんかガチガチに頑張るみたいな感じがあります。で、ちょっとそれが、自分自身に対して厳しいなって感じかもしれませんね。すごくなんていうか、勝負の時とかであれば、本当になんか素晴らしい準備が整っていますっていう感じなんですけど、ちょっとこう気が張り詰めてるっていうのかな。なんかそれで気が抜けませんっていう感じかもしれません。でも、さっきカードで見た時には、何かは変わっていくわけで、そのプロセスを楽しんでねっていうメッセージがあって、何かを統合させていくよってことなので、お仕事に対して絶対これを守っていかなければっていうよりは、もしかしたら必要な変化も起こってくるかもねっていう感覚で、あらゆる可能性は一応残した状態でもいいのかなって感じがしました。やっぱりここで白と黒っていうのも出てますのでね。でもこれすごく聡明な仕事できるカードなんですよ。でもとってもなんか厳しい、もう、なんていうのかな。厳しい共感の仮面をつけますみたいな感じかもしれませんね。で、もちろんそれが役割としてね、やるときはいいんですけど、お仕事一回終わったら、ちょっと緩めてね、みたいな感じもあるかもしれません。自分自身にもすごく厳しくしてるのかもしれないのでね、さっき言ったその自分の中の思いやりとか優しさも、絶対あるからね、みたいなメッセージだと思いました。で、人間関係見てみます。人間関係ね。お月さん。ソード9。ソードのページということで、人間関係に関してはちょっと気を使ってますね。表だって問題はないと思うんです。だけど、もしかして、なんか、ちょっとよく思われてないかなとか、もしかしてなんか悪いことしちゃったかなとかっていうような、想像の世界では自分のことを悪く見てるのかなって感じがしました。それね、さっきのお仕事のところでは、
それも要するに出てたわけです。仕事に関してはもうその役割とか、この義務とか、絶対気抜けないんだみたいな感じですごくしっかりやってて、それだからこそ頼られたりとか、そうなんだけど、なんか厳しすぎて嫌がられてないかなみたいなことを自分で心配してるって感じですね。そして自分にも、なんか、熱が入っちゃってなかなか緩められないみたいな感じがあって、それが対人、普通のプライベートな関係性とか、仕事も含めですけど、人間関係においても、私って厳しくなりすぎてるのかなみたいなことを自分で疑って、顔色を伺っているっていう感じです。でも、思うのは、このね、ソードの9が出てる時っていうのは、単に不安な気持ちがあるっていうだけなんですよ。お月さんもそうで、現実どうかわかんないけど見えないな、相手はどう思ってんのかなみたいな時に出てくるカードで、大抵それは単なる幻想に過ぎないっていうか、単に自分の心配してただけだったな、みたいなことってよくあるので、今飛び出してきたカードがやっぱこれですね。シャドウということで、自分の中にある影を怖がってるだけっていう感じなんです。わかりますよ。私ってすごく怖いんです。怒ったらとか、本当は私すごい凶暴なんですとか、そういうのをバレたら嫌だなと思うかもしれないけど、みんな誰でもあります、そういうとこ隠してるだけで。で、自分が自分の影を怖がってるっていうカードなので、お仕事で厳しくするなら仕事、それでいいじゃないですか。もう自分は仕事として厳しくしてる。自分の中にはちゃんと優しさもある。優しさがあるからこそ厳しく言えてるんだっていうとこで、人間関係に関してはもうスイッチを切り替えて、たまに甘えてみるとか、嫌がられてるという前提をちょっと外してみて、自分がただ自分を恐れているだけかもしれないっていう視点で他者になんか寄り添ってみるっていうか、話しかけてみると、全然そんなことなかったなってことがわかるような気がします。なんせフィルターがかかってるってことです。人間関係に関しては。なんか見えない、相手が見えないから、なんか悪く思われてんじゃないかなみたいな。そう思ってるのは自分だけっていうことなんでね。はい。全体的にだってね、うまくやっていけるよって言ってるわけですからね。はい。では、ちょっと最後にもう一枚オラクルカードを引いてみたいと思いますが、何かここまででヒントになったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚引いてみますね。はい。どうでしょうこのカード。タレントガイドということで、何かご自身の才能がこう開かれるようなメンターとか先生に恵まれるんじゃないですかっていうカードが出てますね。はい、いいんじゃないでしょうか。ということで、ここまでにしておきます。もしまたお時間ありましたらね、17日の夜とか26日のお話し会でお会いできることを楽しみにしています。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。